またもや漫画版でしか見れない熱い展開のありました。漫画版汎用のヤシャ姫第6話の話ね、していきたいかなと思います。軽く前回までのあらすじ。ヤシャ姫たちがこの時空の歪みをどうにかしていくために、西国に向かおうとしていたわけなんですが、その西の方ではですね、強力な妖怪たちの争いが起きており、非常に危険な場所になっておりました。そしてその妖怪たちはヤシャ姫たちの持つ虹色真珠をね、こう狙っている奴もいるわけなんですが、それは殺生丸様から託された虹色真珠と邪剣弥勒様の力で張った強力な結界でね、入ってこれないようにしておりましたよと。しかし、ヤシャ姫たちはですね、両親と会うため、世界が滅びるのを防ぐために結界を越え、西の果てへと向かうことを決めましたよというのが、とりあえず前回までの話。ここからね、第6話の話に入っていくんですが、今回はですね、その結界の外にいたと言いますか、ちょうど結界を破り入ろうとしてきた西国にいた妖怪、蛇骨丸と東鉄。あと骨になった頭骨 VS、ヤシャ姫プラス、弥勒サンゴ、甲賀のね、戦いが始まっていくよというね、回になっておりましたので、ちょっとね、細かく見ていきますと、最初こそね、みんな集まって戦いになっていったんですが、一気にね、いろいろありまして、甲賀、ヤワラギ、モロハ VS、蛇骨丸、頭骨のグループと、弥勒刹那 VS、東鉄のグループ、そして、トワとサンゴ VS、結界の外の雑魚妖怪のね、3つに分かれて戦いが繰り広げられていくという形になっていきまして、まずその中でもね、注目すべきは、豪学の戦いっぷりにね、なるのかなと。これはですね、そのアニメで見れない分、漫画でその戦いが見れることに、ワクワクが止まらないわけなんですが、さらにそれをね、加速させていくのが、どうやらこの豪学の足に結界を張るのに使っていた虹色真珠。これを仕込むことで全盛期、これがおそらく前作イルニア社で、仕込んのかけらを持っていた時並みに、動けるようになったそうです。そしてその動きの速さに、蛇骨丸も驚愕の表情、をね、見せておりましたよと。これがですね、また、甲賀くんっていうのが前作イルニア社で、奈落との戦いでは足手まといになりたくないと悔しい感じでね、戦線離脱していきましたので、それがですね、今、最高戦力として戦っているのも非常に嬉しく思いますし、今回の話は出なかったんですが、甲賀くんというのが養老族の宝であるゴライシというですね、めちゃくちゃ強かっけえ武器を所持しておりますので、これがここで使うのか、そもそもね、使えるのかよくわかりませんが、いざとなったらですね、蛇骨丸と頭骨など、あっという間に倒してしまうのかなというね、非常にこのグループは安心感を持ってね、見れるかなというところです。そして、このグループでもう一つ気になるところといえば、これモロハとヤワラギのね、これ戦いではなく、二人が過去に出会っていた話もですね、今回判明しまして、それが今から3年前、モロハが刹那の夢の胡蝶の呪いを解くために動いた結果、ガガゴゼに狙われてしまったよっていう時に、ヤワラギが現れまして、テッソの鎧と三魂テストを教えてもらい、それでガガゴゼンを倒したというね、話があったんですが、これがね、そのテストの鎧が、その一度だけ攻撃を無効化できる防具っていうね、弱体化している感ありましたが、代わりにこの三魂テストがですね、犬の一族に伝わるすげえ技として受け継がれているという新設定だったり、刹那の呪いを解くために頑張るモロハっていうのはですね、姉妹のように共に過ごしていた、漫画版ならではのいい変更点ではないでしょうかというところでございます。そしてこの時、ヤワラギからイニア社から預かったというイザヨイの紅をですね、モロハさん受け取っておりまして、初めてここでベニヤ社となるわけなんですが、アニメだと目の色と目つきがね、変わる変化だったんですけども、漫画版ではおそらくこの黒髪からイニア社と同じ銀髪にね、なっているような変化をしているんだよね。これね、すごいいいアレンジではないかなというところ。はい。で、多分次回はですね、このベニヤ社となったモロハが蛇骨丸と戦っていき、アニメと同じようにね、モロハが倒していく形になるのかなというところでしょうか。で、あとこのもらったイザヨイの紅の話なんだけど、この16夜ではなく、不知らぬ夜と書いて、イザヨイの紅となっております。これは作者の椎名隆先生曰く、イヌヤ社の母の持つイザヨイの紅とは別物なんだそうです。これはですね、アニメイヌヤ社ではこのイザヨイの紅というのは奈落によって砕かれていますので、イヌヤ社との連携度を高めにしている漫画版では別物の新アイテムにしたっていうね、話みたいです。これは特にその理由付けされていないならば、別物でいいかなというふうに思うんだけど、でもそうなってくると、アニメ、ヤシャ姫で、その壊されたイザヨイの紅が登場するっていうのは、特に意味がないのかもしれないねっていう。というのがね、とりあえず、甲賀くんグループの話になっておりまして、次に、とはサンゴさんのね、話なんですが、この二人は今回雑魚妖怪相手ですので、どうなってしまうのかみたいな展開ではないんですが、おっとなったところで言いますと、とわがまたですね、妖怪たちの戦いで笑っているところを、サンゴさんが見まして驚くんだよね。これがサンゴさんっていうのがカゴメっていう平和な現代から来た人間を見ているからこそ普通に戦えているどころか、楽しんでいるように戦うとわにね、ゾクッとしていたのかなと思うんだけど、こういうのもまたね、アニメではなかったとわの一面な気はするんですが、こういった形で、殺生丸のね、娘である一端が見えるのもまた僕は非常にね、好きなポイントかなというとこ
です。そして最後にですね、刹那、弥勒 VS 東鉄の戦いになっていくんですが、ここが正直一番ピンチな気がしております。というのも、戦いこの3つに分かれる前に話戻るんですが、モロハの浜の矢で、東鉄の頭に風穴をね、上げるんですが、それでも一定というだけで起き上がってきますし、刹那と弥勒のね、謎のコンビネーション技で、崖に頭から突き落としていくんですが、それでもね、東鉄さん無事という、凄まじい生命力。そしてこの弥勒様の砲撃もですね、もう見ている感じ、ダメージを受けている様子がなくて、そしてアニメの方でも何でも吸い込む力、それをね、弥勒様が見て、まるで風穴だと言われていたと思うんですが、漫画版ではなんと本当に喉にね、風穴を持っておりまして、それで吸い込もうとしてくるわけですからね、いやー困ったもんですし、これその弥勒様がもともと自分の武器だった風穴が時を超えて敵の技として使われ戦うことになるっていうこと自体がまたなかなか熱い展開ではないでしょうかという感じでですね、今回はこの3つに分かれた戦い、どうなってしまうのか非常に次回もね、楽しみでございます。そんなところでね、今回はコミカライズ版汎用の夜叉姫第6話の話でございました。